こんにちは、ゆかです。今日は、やる気がゼロだけど、行動だけは 100% できるっていう、やる気スイッチを思いっきり入れるやり方をお話ししたいと思います。イエーイというのがね、私、結構自分の中でね、やる気スイッチの入れ方が分かってきたなって思ってるんですよ。そう。ということで、やる気スイッチの入れ方、3ステップでお話ししたいと思います。でね、まずね、残念なお知らせと、いいお知らせ、2つあるんだけど、残念なお知らせからね。残念なお知らせとしては、体中どこを探しても、脳みその中どうほじくっても、やる気スイッチはありません。ポチってスイッチを入れるようなそういうスイッチはありませんということ。残念ね。だけど、いいニュースです。そのね、一般的に言われるやる気スイッチをオンにする方法を見つけました。あります。で、それをね、これから皆さんと共有したいと思います。3ステップあります。すごく簡単。文字が書けて、ペンと紙が用意して、ペンと紙が用意できる人は誰でもできる。では、一つ目。まずね、その時、私たちって、やる気のレベルってすごい変わるじゃないですか。食べ合わせなのか、睡眠のリズムなのか、単にこのホルモンの関係なのか、周りの人とのやりとりでなんか自分のね、感情が左右されるかなのかはわからないけれど、やる気がすっごい最強の時と、もう何にもやりたくない。今日はずっと横になって本でも読もう。ネットフリックス見ようとか、なんかそういう時もあるじゃないですか。でね、すごくやる気が最低の時のことを想像してください。で、やる気最低の時でも、自分がどうにかこうにかできることってどのレベルかなって、まずそこを探ることから始めてください。例えばね、運動。私はもともと体が弱かったし、体調を崩していることが多かったので、まあまあ横になって本を読んだりとか、絵を描いたりだとか、お家の中から庭を見るっていうのが多い子供時代を過ごしたんですよ。でね、そのまま育っていくと、運動大嫌いな私が出来上がったと。だからね、運動はすっごい得意じゃないし好きじゃないんですよね。私に合わないみたいな。ただね、今はとにかく重力に逆らいたい。それと重力に逆らうだけじゃなくて、とにかく筋肉の衰えを最低限に済まして、いつまでも動ける体でいたいなって思ってるので、運動しなくちゃいけないなっていう答えが出てるんだけど、その思いっきり運動音痴で、運動嫌いの私にどうやって今、毎日運動をね、させるようにしてるかっていうと、私がとにかくやる気が最低レベルの時でもできる運動ってどれぐらいかなっていうのをね、何年かかけて探り、私はね、とうとう20分っていうところにね、落ち着いたんですよね。1時間とか30分とか15分とかね、ちょっとやってみたりしてたんだけれど、何年かの試行錯誤を続けて、私にとっては20分っていうのがね、一番いいところらしいってことが分かったんです。だから、本当にやる気ないな。どうしよう、今日休もうかなっていう時も、まあ20分だからとりあえずやろうっていう気になる。でね、皆さんにもね、やる気が最低レベルの自分でもできるっていう、そのラインを探してほしい。自分が大変にならないレベル。で、できる時にはもちろんね、それもうちょっとやったらいいんですよ。
なんだけど、とにかくこれは毎日やろう。あるいは週に3回やろうとかね。それを必ず決める。それが一つ目のステップね。そして二つ目。それは自分の取らなければいけない行動をとにかく細分化するっていうことです。例えばね、私はこの YouTube ね、2026年今年100本あげるっていうふうに言ってますよね。で、まあまあ、モチベーションが、こう、上下するわけですよ。そのねまあ、ぶっちゃけね、あんまりたくさんの人に見てもらえないけど、こう、粛々とやり続けるのは、うわーってちょっと気が重くなることっていっぱいあるんだけど、まあ、今のところね、私の中では、完全にモチベーションが落ちて、このチャンネル運営をやめようってところまでは来てない。それはどうしてかっていうと、私の中ですごくやらなければいけないことの行動の細分化ができているからなんですよね。撮影の準備をする。撮影のために話す。まあ映像、私は大きな編集をしたりとかっていうのはしないんだけど、まあ一応映像のね、カットしたりする。それと、サムネを作る。で、上げるとかね。もっともっとね、ものによっては細かくできると思うけれども、いかに自分のモチベーションが、この一番下のレベルでもできるかっていうレベルを探って、そこに合わせて自分の行動を、細かくね、区切るっていうのが大事。だからね、やる気レベルがすごく、低いって言っても人によってすごく差があると思うんですよね。思いっきり低くても、その人にとってはね、例えばその参考書を開いて1ページ勉強するっていうのは、その人の最低レベルでもできるって思える人と、そのやる気レベルがもっと低い人では、参考書の1ページを勉強するのも相当億劫になってしまう人もいる。だからね、どれだけ行動を細かく切るかっていうのは、自分のね、一番いい頃合いっていうのを、この1のステップで探さなきゃいけない。そこは多分一番時間がかかると思うんですね。自分にとってのやる気が一番低い時でも、これだったら、しぶしぶできるレベルっていうのを探す。そこが実は一番時間がかかるから、そこでね、多分挫折する人もいるんじゃないかなと思うけど、これはね、やるしかない。とにかくやるしかない。もしやる気ゼロでも続けるっていうね、行動力が欲しい人は絶対にやってください。で、このね、第2ステップで、こう細かくね、やることを、細分化したら、それをスケジュールに落とすっていうことが、この第2ステップ目ね。で、第3ステップに行くと結構楽しいフェーズに来るかなって思うんですが、自分でやる気が最低レベルでもこれぐらいだったらできるっていうのも分かっている。で、その最低レベルのやる気でもできるぐらいの大きさ、負荷力にこの行動っていうのを細切れにしてスケジュールに落としましたよね。で、第3ステップでは、やったっていうチェックを入れるっていうのが第3ステップになります。でね、この第3ステップを怠る人がすごく多いと思う。行動できない人にはね。っていうのがね、やっぱり私たちって人間って
感情に左右されるところがすごく大きいんですよ。で、その感情に左右されるところが大きいって私が言うのはどういうことかっていうとね、人間の脳みそって、この快楽報酬系っていうのがすごく強く働いて、報酬がないことに対しては、1ミリたりとも動きたくない。そういうね、向上性を持っているのが人間。現状維持が一番安全な生き方っていうのをね、もう DNA にね、もう染み込んでるんですよね。だから、いかにやる気がないんだけど、やる。そこに自分の中で快楽と感じる、報酬だって感じる、そのね、その嬉しいなって感じる自分の感情動くところをね、しぶしぶやったっていうその行動の先に植え付けるかっていうことなんですよ。それがこの第3ステップの一番大事なところになってくるんですよね。自分で必ずこの日にここのところのタイミングなのか、一日どっかのタイミングなのかわからないけど、この日にこれをやるっていう、そのね、行動の計画をスケジュールに落としたら、必ずできたところにチェックを入れてください。で、チェックを入れて、それをちゃんと見返すこと。それをね、繰り返しているうちに、達成感っていうものになってくるんですよね。今週もできた、今日もできた。で、前のページをね、自分のノートをめくっていくと、その前の日もできてる、その前の週もできてるって、そのね、自分にとっての達成感になって、自信になって、どっかのタイミングに来るとね、そのチェック入れるのが楽しみになってきて、もうね、止められなくなるんですよね。楽しいから、自分にとって自分が計画した行動をコンプリートするのが喜びになるから、楽しみになるから、自信になるから。ということでね、この3ステップ、まとめると、第1ステップで自分のやる気がとにかく地の底まで落ちたっていうレベルでもできる。その程度、その負荷っていうのはどれぐらいなのかっていうのを見つける。第1ステップは少し時間がかかるかもしれない。試行錯誤が必要になる時期です。で、第2ステップ目では、その自分がやる気がどんなになくてもできるっていう負荷レベルに合わせてやるべきことを細分化する。そしてスケジュールに落とすっていうことね。3ステップ目、一番大事なところでは、自分にとっての快楽報酬のシステムを作るっていう意味で、第2ステップでスケジュールに落とした自分がやるべきこと、もし完了したらチェックを入れる。そしてそのチェックを入れた、そのね、ものをちゃんと見るってことですよね。何気なく、終わったってチェック入れて終わりではない。自分がこれを計画して終わったんだな、自分が終えたんだなっていうところをね、味わうってことですね、ちゃんとね。ちょっとしたことでも自分を褒めるってことね。で、そうすると、自分がやる気がなくても、やる気を出せるシステム、あるいはやる気が出るところまでいかなくても、やるしかないっていうシステムができる。そんな感じでね、私もね、正直運動したくない時あるし、YouTube、なかなか気乗りしない時もあるけど、でも、続けられてる。他にも、いろいろなことがね、そうやって自分の中で当たり前ってなっていったルーティーンだとか行動ってあります。だからぜひね、この簡単な3ステップを使って
自分のやる気スイッチをね、ポチッと入れられる人になってほしいなと思います。ということでした。今日も聞いてくれてありがとう。じゃあねー。